回はこちら、インクブレンダーの世界。半世紀インクの海原を漕ぎ続けてきた男、セーラー万年筆インクブレンダー石丸修さんです。お願いします。ようやくお会いできましたね。ありがとうございます。うちの岡崎がご迷惑をおかけしているようで。いや、すごい長いお付き合いになりますけどね。これはどうでしょうか。作ってもらったインクなんですけど、インクをブレンドする方がいらっしゃって、石丸さんという方に作っていただいた。そう、インクブレンダーってこういう仕事みたいなところ教えていただいてもいいですか？万年筆のインクをブレンドしてお客様お一人お一人のお好みの色を作らせていただくと。どこでやるかというと、万年筆を販売してくださっているお店の5店舗日本全国回ってやらせていただいております。イベントなのでそこに行かないと会えないってことですね。じゃあ毎日朝起きたら石丸治イベントで検索してるんですね。セーラー万年筆のホームページ見ていただきましたら、イベント情報っていうコーナーがありますから。弊社の文房具バイヤー岡崎ひろ子にも何本か作っていただいたというところで、はい、散り桜、岡崎さんをイメージした色で、桜が散ったピンクと葉桜みたいになっている感じと下の土の感じを出してもらったみたいな。岡崎さんこうしたいなみたいな感じで、それならっていうんでこういう色にしたいな。石丸さんが岡崎さんを見て散った桜みたいな女だなと、そういうことではなくて、それをしないことにしてるんですよ。一番最初にやった時にね、女性の方がいらっしゃって、はい、可愛らしい色を作ったら、こんなのごますって言われて、じゃあって言って渋い色にしたら、私ってこうみたいな。どんなものを混ぜたかって覚えてますか？名前と同時に固有の番号がついてるんですね。これを見れば同じ色が作れるように、こっちに控えが。そういうこと。お、すげえ。こんな感じです。すげえ。スター、これすごかったんですよ。蛍光の黄色ですよね。蛍光の黄色と普通の黄色を混ぜたのかな。発色しつつも光りつつも長持ちもしつつもっていうことで考えて作りました。これまでどれくらいの数作ったんですか？やり始めたのが2005年でございますので、18年ですか、今年で。で3万ぐらいいったと思います。3万、それぐらいお客様がいらっしゃるってことですよね。そうです。これすごいサービスだよ。でも石丸さんに会わなきゃダメなんだよ。絶対長生きしてくださいね。ありがとうございます。石丸さん今おいくつですか？ちょうど70歳になります、ね。70歳、はい、でセーラー万年筆に入られたのが23歳で入りましたのでね。47年。社長は16回ぐらい変わってますか？5回ぐらいですかね。何回目の社長が一番良かったですか？それを申し上げるとですね、そうでない人のインクのことはほとんど知ってるぞぐらいの感じですか？って思うでしょ。ほとんど何も知らないんですよ。でもインクがすごい好きと。そうですね。この会社に入った時に本当にラッキーだと思いましたからね。ちなみにこれおいくらなんですか？3500円。これちょっとインク好きの彼女とかね、君のことを思って作ったような、かっこいいですよね。中にいらっしゃいますよ。彼女に自分の思いを伝えるのにこういう色を作ってくださいと、名前のところに彼女に対してメッセージを入れたやつをプレゼントするわけですよね。おしゃれやりてー。今日はですね、そんな石丸さんに RB ブッコロオリジナルインクを作っていただきます。どんな風にやっていくんですか？こんな色を作りたいということが私に伝わりさえすれば。まずはやっぱりね、ブッコロの見た目を表すような、はい、誰が見てもブッコロっぽい色だよねみたいな感じで作りたいなと思うんですよね。ちょっと踊ったりとかした方がいいですか？ダンス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 あれジャンプパッと見でブッコロと分かるような色をね作りたいですよね。石丸さんの前にあるのは、これは元になるインクなんですけどもね、基本的には三原色と黒と薄め液があればねできるんだと思うんですけども、私の場合は人のお話を伺ってそこから連想しながら作りますんで、今のお話だったら茶色から始めた方がいいなとかね、グリーンから始めた方がいいなとかね、いう形で入っていきますんで、ある程度の色になってたものがあった方が僕は見やすいんですね。なるほど。どんな色できるんだろう。できてから若干調節してもらったりとか、できるんだ。これですかね、一番のイメージ。ありがとうございます。 RB ブッコロのイメージしたインクでございます。でもぽいぽい。それぐらいか、もうちょっと黄色い方がいいかなと僕は思ったんですけどね。はいはい。こういう感じで微調整、何回もやっていいんですか？いいですよ。もうちょっと僕は茶色のイメージでした。茶色のイメージ。茶色ね。へえ。じゃあまずさっき申し上げたもうちょっと黄色い方がいいですかっていうのをお見せします。いきます。
あー、そうっすね。ちょっと黄色いっすね。優しくなりましたね。そうだと思います。はい。じゃあ私がオーダーしたもうちょっと茶色めにしてくださいって言ってたんですね。少し茶色に振りました。はい。あー、なるほど。石丸さんが作ったやつがいいな。りくさんはどれがいい？2かな。僕も2だな。やっぱすごいんだよ。お、こっからわあ、でもこの仕事楽しいでしょ絶対。何を隠そう、私が一番楽しいんです。そうっすよね。僕も70まで MC できるかなあ。すいません、その前に油淋鶏が危ないですね。おっ、うわ、かっこよ。間違いないと思いますがご確認ください。はい。めっちゃいいです。ありがとうございます。この色に名前をお付けになりませんか？そうですね、ちょっとカクテルっぽい。ああ、なるほど。こういう色のカクテルでなんとかサンライズとかありましたね。テキーラサンライズあります。あ、ブッコローサンライズで。わお。また瓶の形もいいっすね。ありがとうございます。すごい綺麗。ビジュアルが美しい感じですね。綺麗。オリジナルインク、ブッコローサンライズ。インクの長持ちさせるコツなんですけどもね、はい、最大の敵は紫外線なんですよ。蛍光灯の光といえどもね、光に当てないことが良いことなので、その箱の中にね常に出しっぱにしないってことですか？そうですそうです。これいただいてもいいんですか？後で考えます。だよ。ほんで自分が名前つけたもの自分がもらえないのよ。名前の権利を持ってるのが油淋鶏なんで。続いてはですね、ブッコローの内面を表すようなインクをね、ネクラではありますね。ネクラ、あ、そうなんですか。愛妻家、子供好き、競馬好き。競馬好き。P から見たらブッコロー内面どんな感じですか？昔むちゃくちゃな理由でキレられた。いやいや、そういう個人的な思い出の話はいいです。20代の頃なんて何見ても切れるでしょ。平成という激動の時代を20代で過ごした我々は。競馬という言葉にヒントをもらいまして、サラブレッドの色を作りたいなと。サラブレッドの色。サラブレッドもいろんな色ありますからね。そうですね、それでどうしようかなと思ってるんですよ今。これにね、ちょっと青み入れるかな入れないかなって思っている。ああ、気品のある茶色って感じ。そうですね。これにちょっとだけ青入れるか入れないかと思ってね、悩んだんですよ。ちょっと一滴入れてみましょうかね。はい。これかな。あ、なんかちょっとずつ頑固親父のラーメン屋みたいに気に入らなくてぶちまけるみたいなことはないですよね。ないと思います。真剣だし、すいません、無言が怖くなるタイプの人間なんで。わかるかはい、どうかギリギリのとこでわずかに紫みが出たかなと思います。あー、全然わかんないな。わかんない。はい。あー、でも言われるとそうかな。言われるとなのかな。もうちょっとわかりやすく。石丸さんの中でそれは何の青ですか？私の中表現すると。青影という色を頭の中で思いまして。はい、私の中の誠実さを表してるみたいなことですか？これはやりすぎたかな。いや、でもこのぐらいじゃないとはっきりわからないかもしれない。あー、これはだいぶ変わりましたね。そうでしょ。だいぶ紫によりましたよね。どれがいいかですよね。1か2なんですよね。確かに、はい。2ですかね。はい。結構青入りますね。結構入れたつもりなんだけど、そんなに青くないでしょ。面白いなと思って。はい。いつか出てきてくれますよ。紙によってとかね。ああ、なるほど。ペンのインキの付き方によってとかね。はいはい、ずっと滲んだ時とかね。ブッコローと一緒ですね。最初は茶色でダークなイメージなんだけど、ふと垣間見せるね、誠実さの青。名前どうしましょう。リアルブラウンブッコロー。ああ、なるほど。リアルブラウンブッコローでございます。お楽しみください。ありがとうございます。どうぞお楽しみください。リアルブラウンブッコロー。石丸さん、お酒とか好きなんですか？飲みますね。ビールですか？ビールちょっと飲んで。あとインクちょっと引っ掛けて。インクはしてない。あんまり美味しくないから。あんまり美味しくない。飲んだことあるってことですか？間違って飲んだことは何回かありますね。間違うってどういうことですか？インクを調合とかしながら、はい、コーヒーを飲んでて、はい、会社でね話しながらああだこうだってやってて、だからねってクーッと飲んだら陰気だった。
味はね苦味と甘みがありますね。じゃあコーヒーと変わんないじゃないですか。コーヒーみたいな美味しい苦さでもない、砂糖みたいな美味しい甘みでもないあ口の中はすごい色になりますね。取れないですよこれは。何色を飲んだんですか？その時のは黒でしたね。イカスミのパスタ食ったどころじゃないですよ。